ペンネーム人生修行中さん、30代の女性からいただいた相談です。今回和尚様にご相談させていただきたいことは、私のずるさ、卑怯さのことです。私は怒られたくないという気持ちや、自分が追い詰められることを避けるために、その場しのぎの嘘やごまかしをしてしまう癖があります。すべては自己保身から来るものと自分でも認識しています。どうしたら自己保身の気持ちよりも誠実であろうという気持ちが勝り、行動に移せるのでしょうか。誠実であろうと気持ちを改めても、その場になるとどうしても自己保身の気持ちが勝ってしまい、意識無意識問わず行動や発言に自分のずるさや卑怯さが出てしまっているのだと自分で感じています。人間なので完璧にずるさや卑怯さをなくすことは難しいかと思いますが、せめて自分に胸を張れる自分でありたいと思っています。それに、ずるくて卑怯な自分の行動や発言が自分の気がつかないところで他の人を傷つけてしまっているのかと思うと、心のどこかでいつか周りに誰もいなくなってしまうと恐怖も感じています。私は自分の基準を他人に押し付けてしまいます。私の人生に関わる人に優劣をつけて、この人は大事、この人はそこまででもない、など勝手にランクをつけ、自分の中のその他大勢に分類された他人を大切に思うことができません。こんな考え方は間違っていると分かっていますが、思考の癖がなかなか治りません。また、他人を自分の利益や都合で利用してしまったり、その他大勢にランク付けした人からお願いされることはめんどくさいと思ってしまったり、そういった思いが言動に現れ、他人が私から離れていってしまう原因だと感じています。私なりに自分のどこがいけないのか、直さなきゃいけないことが分かっていても、具体的な行動が分からない場合や、行動が分かってこうしようと思っても、頭で思い描いた通りの振る舞いができなかったりします。どうしたら誠実になれ、他人を大切に考えることができるのでしょうか。もし機会をいただけるようでしたらアドバイスをいただけますと大変嬉しく思います。よろしくお願いします。人生修行中というペンネームで今回質問をいただきました。この修行ということについて、お釈迦様は修行を一人でするなとおっしゃったんですね。なんか修行というと一人で瞑想したり、山の中にこもって滝に打たれたりとか、そんなイメージを持ってらっしゃる方があるかもしれませんが、お釈迦様は4人以上集まって修行をするということを奨励されました。この修行者の4人以上の集まりのことをサンガと言います。サッカーのチームなんかで京都サンガとかっていう名前があったりしますが、このサンガはこの修行をしていく仲間、この4人以上の修行仲間が集まったその集団チームのことをサンガというんですね。さて、人生修行中さんが修行をしたいということを無意識に思ってこういう名前を付けられたのかもしれませんが、お釈迦様が一人で修行をするよりも、その人と集まってそのチームを作って修行していくっていうことをですね、奨励された背景には、いろいろと推測はされるんですけども、一つにはそのインドのその当時のね時代は、例えば修行者たちがそれでも人里離れたその都会の喧騒みたいなところから離れて修行をするときに、野生の大型動物、肉食獣なんかもこう闊歩してるというかね、そう歩いてたりするわけですよね、夜になるとね。でいろいろなあとはその泥棒みたいなものがいたり、もともと修行者持ち物持ってませんから、何かこう追いはぎにあって取られるものっていうのはないんですけど、それでもね、やはりこう身を守るっていうこともあったのかもしれませんけれども、一番大きな理由、4人以上で集まって修行をせよとお釈迦様がおっしゃった一番大きな理由は、
一人だと修行をこうやっぱり諦めてしまったり、二人だと仲違いしたらもう終わりになってしまうし、というふうにしてですね、その修行という目的、自分が目的を持って修行に入るわけですから、その自分の目的を成就していくために、やはり一人よりも仲間がいて、その切磋琢磨したり励まし合ったり助け合った方がいいだろうということで、サンガというのを作られたというふうにして言われてますけれども、それを推奨なさった、サンガを作って修行することを推奨なさったというふうにしてとは聞いていますけれども、私がね、実際サンガをこの福厳寺でも修行僧の人たちに来てもらってね、ここで修行を受け入れてしているわけですし、私も修行をしている中でね、やっぱり一番勉強になるなと、サンガを作って修行するという理由の最大の功績といいますか、その利点は何かというと、人間関係なんですね。やっぱり人間と人間が集まって生活をしていると、修行僧の生活っていうのは極力こうね、無駄話をしたりとかペラペラ喋ったりということはしませんけれども、言葉を喋らないからといってじゃあ人間関係に問題が起きないかというと起きるんですね。やはり言葉を喋らなかったら言葉以上にその人の態度とか振る舞いとかっていうことに神経がいくようになります。で、同じサンガの中であの人が気に食わない、この人はなんとなくっていうことは言葉を交わさなくったってそれは出てくるわけですよね。この人は生理的に受け付けないとかね、そういうことは出てくるんですね。で、そういった人間関係について、人と人との関わりについてサンガの中ではものすごくこう同じメンバーとね、ずっと寝食を共にして修行していくわけですから、それは気に食わない人いたら地獄ですよね。あるいは自分が仲間からこう嫌われてしまったら本当にそれは辛い思いをするだろうと思うんですけれども、それもひっくるめてね、あえてサンガを作って修行するということをお釈迦様がやはり推奨なさったっていう理由は、やっぱり人間関係の悩みというのが人間にとって一番大きな問題だろうと思うんですね。で、さて、今回人生修行中さんの相談の中にね、質問がいくつか入ってるんですよ。で、一問一答ですけれども、質問をちょっと分けて答えていきたいと思うんです。まず一つ目ね、自分のずるさとか卑怯さっていうことで、それがあると。で、怒られたくない気持ちから自分が追い詰められることを避けるために、その場しのぎの嘘やごまかしをしてしまう癖があると。で、全て自己保身から来るものと自分で認識してます。で、どうしたら自己保身よりも誠実であれるのかと。ね、自分を守るために嘘をついたり、卑怯になったりずるくなってしまったり、で、それが自分で良くないと思ってる。まさにサンガの中にいるとそういうことっていうのは起きるわけですよね。やっぱりチームで仕事してるとなんか自分が失敗してしまったりとかね、何か自分がやらかしてしまったりすると、それ自分を責められたくないと思ってついつい嘘をついてしまうという習慣がある人ね、そういうパターンがある人というのがあると思うんですが、だからこそみんな人間ってそういうとこ持ってると思うんです。だからこそサンガなんですよね。で、要するに自分ではなかなか直せない人と人との関わりの中でついついこうしてしまうっていう。で、そこを自分が直していくときに、自分一人ではそれがなかなかそういった面が直せないのでサンガを作るんです。つまりサンガの中で自分の持っている望ましくないところ、自分でも嫌なわけですからね、そのずるいこととか嘘つくこと、それを修正していくサンガの力を借りてね、それを何か自分に身についてしまった保身から来る嘘をついてしまうとか、なんかずるくなってしまうっていうところで、そういう面をですね、サンガの中にいてなんとか自分がその人と人の関係においてですね、こういったところを克服していきたいと思うのであれば、やはりサンガの力を借りるということが重要なんです。で、この中でお釈迦様はサンガの中でね、
とても重要なことをおっしゃってるんです。それは何かというと、人から言われやすい人になりなさいっていうことなんですね。で、この人から言われやすいようになる。一見聞くと簡単のようだけども、非常に難しいことですね。なかなか人から言われたくないじゃないですか、私たち。それを人から言われやすい人になろうって。これね、でも本当に重要なことだろうと思います。さて、人生修行中3、その最初の質問ね、最初の質問。自分の持っている悪い癖、この悪い癖を、嘘やごまかしっていうものを、なくしたい、少しでも改善したいって思われるのであれば、ね、最初の処方箋として、サンガに自分が飛び込んでおくっていうことが大事だよと。で、その上で、サンガの中で、その人から言われやすい性格になるっていうのは大事だよ。さて、そのために、修行者にいつも私が言っていることは何かというと、捨てるっていうことです。捨てるっていうこと。修行に入ってくるときには全てを捨ててきてくださいっていうわけですね。そう、全てを捨ててきてください。でも実は一番捨てなきゃいけないものは何かっていうとね、物を、修行者っていうのは、その家とか、今、その私の下で修行している修行僧の人たちっていうのが何人かいるわけですが、この修行僧の人たちはですね、現役の大学生の子もいますし、会社を辞めてきた人もいますし、ね、いろいろと恋人がいて、恋人と別れてくる人もいたりするわけですが、あるいは奥さんがいて、奥さんに一旦ちょっとね、っていう、修行に行ってくるからということで修行に来られる人もいますね。けれどもね、それまでの自分の生活の、例えばお仕事してる人だったら、月給、年収、これも数年間修行に入ってくるんだったら、それを捨ててこなきゃいけないわけですし、それは自分の持ってるものとか、ね、家族とかも離れてこなきゃいけないですし、とにかくね、いろんなものを物理的に離れてこないと修行に入れないんですよ。でも、物理的にいろんなものを置いて、ね、離れて修行に入ったとしても、そうするとね、ますます気づくんですよね。いろんなものを置いて一人で修行に飛び込んできたと。だけどね、自分の外に物理的に持ってたものを全部置いてきても、いっぱいここの中に持ってるんですよ。それは自分の性格とか、自分の考え方とか、自分の生活のリズムとか、知らないうちに身につけてしまった様々な習慣とか、いろんなものを持ってるんです。で、そういうことが修行に入るとよくわかる。いや、自分の身の回りにね、自分の外側にいろんなものを自分は持っていて、それを全部置いてきたと。それを置いてくるのも覚悟がいったと。だけどもっと大きくたくさん持っていて捨てるのに覚悟がいるのは、実は外にあるものじゃなくて自分の内側にあるものを捨てていくっていうのは大変なことなんだっていうことに気づくわけですね。これがなかなか捨てられない。ね、どうしても自分の考え方とか、自分は今までこうしてきたとか、自分のこれを捨てたら自分というものがなくなってしまうんじゃないかとか、いろんなことそこで修行僧の人は葛藤するわけです。そこでね、1年いても2年いても自分の内側にあるものが捨てられない人っているんですよね。だから本当にこの物理的なものを捨てていくのも大変けれども、自分の内側にあるそれまで身についてしまったもう考え方とか自分の習性みたいなものを捨てていこうとなると、これは大変ですよ。なかなか簡単にできることじゃない。だから人生修行中さんがね、今自分のずるさとか、それから卑怯さとか、ついつい保身のために嘘をついてしまうとか、それを簡単に捨てようと言って捨てられるものでないということは非常によくわかります。でも人生修行中という名前を自分につけているであれば、これやっぱりね、修行を取り組みたいって自分の家にいながら今までの生活の中で修行を取り組みたいと思うわけなんですよね。であればね、一つ私からできるアドバイスとしては何かって言ったら、嘘をついてしまうっていうこととか、やっぱりつい保身のためにずるくなってしまうってことはみんなあるんですよ。みんなある。ね、それはもう本能的と言ってもいいぐらい。そしてまた小さい時の体験なんかもあるんでしょうね。私もよく嘘をつきました。非常にずるい男です。ね。だけれども、やっぱりそういうところを何とかして克服したいと思って、仏道を自分から意識してね、
学ぼうっていうのはお寺の子ですから、自動的に仏教の下で仏の教えが身につくんでしょう。そんなことはありません。ね、お寺の息子だから仏教っていうのが当たり前になり、なんかお寺にいるっていうことが当たり前でね、いたっていうところもあるんです。でも自分で改めて、このお釈迦様がなぜね、サンガを作って修行せよとおっしゃったのか、そしてそのサンガの中で自分はどういうスタンスで心構えで修行をしたらいいのかって言った時に、この修行をね、していく時に、とにかく人から言われやすい人になりなさいっていう、この言葉。ね、そしてまたいろんなものを置いて修行に入る。自分のいろんなものを全部捨てて修行に入る。そう。自分の中にあるものまで捨てていくっていうことにね、やっぱりこう、それを捨てきった時にね、じゃあ自分の個性とかなくなっちゃうのか。いや、それを全部捨てて残るのが個性なんですよ。それは人間ですから、みんな人によって違うんですね。みんな人によって違うんです。けれども、余計なお荷物を、余計な装飾を、それを全部捨てきった時に、その人本来一人一人の持っている仏性というのが開いてくるんですね。なので徹底的にこれを捨てていく。で、この徹底的に捨てていって自分の持っている本来の輝きっていうものをですね、そこがクローズアップされてくるっていう時に一番邪魔をするのがプライドであったりとか、人から指摘されないことによって自分がまだ持っているものすごい頑固な余計なお荷物を、で、どうでもいいガラクタをいっぱい持ってるわけですよ。だけどこれを自分の嘘やずるさによって捨てないように守ってしまうっていうことが起きちゃうわけです。だからこれを捨てていくためにはやっぱり人から指摘されたりね、した方がいいっていうことなんですね。で、おそらく人生修行中さんも人生の中でひょっとしたらですよ、一人や二人ぐらいそのね、いやー、この人生修行中さんもとってもいいところあるのになと、こういう部分があるからこの人せっかくいいところあるのにそれを打ち消しちゃってるなっていうことに気づいてね、なんかこう意見してくれた人が人生の中でいるかもしれない。でもそういう人を疎ましく思ってうるさいと思って避けてしまったりするんですね。で、そのことによって自分の中にいっぱいガラクタ抱えたまま、そのガラクタを宝石だと思ってね、磨いても磨いても光らないガラクタを一生懸命大事にしちゃうんですよ。だからサンガに飛び込んでいろんなことを指摘してもらったりとかね、して自分が自分の中に持っている磨いても光らないガラクタを早く捨てるっていうことにした方が、そういうふうに自分を持ってった方が早くね、自分のもっと自分の素直な自分になれるよっていう。で、それがね、サンガのシステムなんです。まあこれ自分でなかなかやろうと思っても難しい。けれども、まず一つ目の自分がどうしても保身のために、自分をどうしてもこう嘘をついたりとかしてしまう。ね。でももう大人になればね、保身のために嘘ついてたりとか、卑怯なことを、態度を取ってしまったりとかってなるとね、見る人が見ればわかりますよ。あの人ずるいなとか、あの人嘘ついたな。でもそれも見て見ぬふりをしてくれてるっていう状況になっていっちゃうんですね。とっても残念なことになります。なので、ね、とにかくまず一番目のことに関しては、本当に人生修行中という名前をつけるんであれば、修行とは何か、捨てることです。修行とは何か、徹底的に捨てていくことなんです。自分の中のどうでもいいものをね、特にプライドっていうのを捨てていくこと、簡単にできることじゃないですよ。そして、どうぞ私のことを言ってくださいって言うんです。で、それで思いっきり自分の嫌なところを指摘してくれたりとか、あんたここはこうなのよとかね、こういう部分があるのよって言ってくれる人ができるとね、そうするとね、気づきます。ああ、この人はこんなにも私の嫌なところを知ってる。でもそばにいてくれるんだってことに気づくんですよ。そうなんです。私たちは完璧な人と必ずしもね、じゃないと一緒にいたくないってわけじゃないんです。人間なのでみんないいところも悪いところもある。だらしないところもある。ね。みんなが持ってるんです。でもね、完璧な人が周りにいたら完璧でない自分っていうのは苦しくなりますよね。だからみんな実は自分の足りないところをさらけ出してもそんなことで離れていくわけじゃないんですね。自分の足りないところを指摘してもらった時に、ああ、そっか、私こんなところがあった、言ってもらってありがとうっていう一言が言えるだけで仲間が増えていくんです。
完璧でない者同士が傷の名前をするんじゃなくて、完璧でない者同士が欠けている部分というのを補い合って生きていくのが社会なので、その社会に対して自分から警戒心を持ってね、ちょっとでも言われたら私はって思ってる。で、そう思ってると、実はそのみんなから知らないうちに仲間外れになってしまうんです。人は決して完璧でない人を嫌いになるわけじゃないんですね。完璧でないことを認めないで、ね、完璧でないことがバレバレのまま、一生懸命自分で殻を作ってですね、そしてもう完璧でないっていうことがバレバレのままですよ。嘘をつきながら、自分を偽りながら生きている人たちを見てね、周りがなんか疲れちゃったり、残念だなと思ったり、ね、そういうふうにして離れていってしまうんですね。なので、ぜひね、一人でもいい自分の嫌なところを指摘してくれるっていう人を大事にしてほしいんですね。そしてその人からいろんなことを指摘される、言われやすい人になろうって心がけてほしいんです。修行するということは、自分の中のね、どうでもいい余計な飾りを捨てていくということですね。プライドとかね、いろんなものを捨てていくということです。そして言われやすい人になる。で、いろんなことを周りの人から言っていただくっていうことに対してね、それを、ああ、そうか、私もそういうところがあるんだな、ありがとう言ってもらって、で、そんな人が実はどんどん言われて、そして成長していくんですね。はい、ということで、まず一つ目のことはね、ずるくて卑怯な自分の行動や発言が自分の気がつかないところで周りの人を傷つけてしまっているのかと思うと、心のどこでいつか周りに誰もいなくなってしまうという恐怖を感じている。ね、ということであれば、ぜひね、それが本当に怖いと思うならば、ね、周りの人に好かれようとするっていう意味じゃなくて、周りの人が自分に対していろんなことを言ってくださるってことがありがたいことなんだと思ってね、言ってくださいって自分から言う。それを言っとけば嘘つく必要ないじゃないですか。ありがとうございます言っていただいて、初めてその一言が一回言えたら、あとはもうね、楽になります。だからどうぞ一回でもいいからね、私足りないとこが言ったら言ってください。で、それ実際に言ってもらったら、ありがとうございますって、ね、で言われた後にね、でもとか言ってしまったら、それもまた指摘してくださいって言っておくんですよ。で、そうすると自分のその嫌なところを指摘してもらったってことによってすっごく楽になるんですよね。ああ、それでもこの人たちは離れていかないんだってことがわかります。はい、一問一答ですけども、もう一つ、他人を自分の利益や都合で利用してしまったり、人にランク付けしてしまったりとかするということですね。まさにこれもみんな無意識のうちにやってしまうんですね。意識してそれをやっていなくても無意識のうちに、ああ、この人は利用できるな、あ、この人は利用価値がないなっていうのは多かれ少なかれみんな思ってたりするんですよ。そうじゃない人ももちろんいますよ。そうじゃない人は稀有です。非常に珍しい。ね、どこかで自分のメリットデメリットみたいなものがあって、また逆にそこを見極めていかないと人間社会を渡っていけないところもあるんですね。でもだからこそ修行して意識して育てなさいとお釈迦様が言った心があるんですね。おっしゃった心があるんです。まさに人生修行中であれば、この心をお釈迦様はとにかく育てなさいとおっしゃった心がある。それは何かというと、慈悲心ということですね。慈悲心。この一問一答でも何度も話しているので、他の動画を見てね、慈悲心が何かって詳しいことを知りたければそちらの方を調べていただきたいんですけれども、慈悲心ということ。この慈悲心を育てなさいってお釈迦様はずっとおっしゃったわけですね。くどいほどおっしゃったわけです。もう仏教となったらもう慈悲と知恵の教えですからね。この慈悲心とはじゃあどうやったら育つのかということなんです。ね、私が一番お勧めする方法は何かというと、家族とか友達ではない人に慈悲心を育てるということをですね、奨励します。それはなぜかというとね、それは恋人とか家族とか、でそういう人たちはもちろん慈悲心持つ。いや、家族大事にしてますよ。思いやり大事ですよね。自分は自分の子供を愛してますとか、ね、自分は自分の夫を大切に思ってますとかね。それはもう本能ですよ。
自分の目的、遺伝子を残すとか、ね、それから優秀な遺伝子を提供してくれる相手をね、求めるとか、その目的があるときには自動的に異性を大事にしたりとかね、それから自動的に自分が好きになった人を大事にしたり、子供を大事にしたり、友達を大事にしたり、それはメリットがあるのでみんなやるんですよ。それは自費心とは呼ばないんです。それはもう本能に基づいた自然な感情です。みんながやる。誰でもやる。自費心っていうのは何かというと、自分にとってメリットがあるとかないとか全く関係ない。自分が本能的にその人を守ろうという人じゃない人以外の人たちに自分の思いやりを広げていくということです。これは意図しないとできないんです。意図しないとできないんです。だから修行なんです。そう。具体的にね、どういうことかって言ったときに、どういうじゃあ練習をしたらいいのかって言ったときに、私が意図して、やっていた私の自費心のトレーニングっていうほどでもないですけど、そういった習慣を自分につけたいと思って心がけていることがあります。以前も一問一答で紹介したことあるかもしれませんが、例えばね、電車の中では私は座りません。それは、自分の体力維持のためとかっていうのもありますけど、よっぽどのことがない限り、電車の中で、自分で席に座るってこと、相手でもね、しません。もちろん新幹線とかね、指定席があったりする場合は座りますよ。あるいはね、どうしても自分がもし体調が悪くて倒れそうだという時には、もちろん座ることがあるかもしれませんが、基本的には在来線乗ってる時とかね、満員電車とか満員じゃなくてもずっと立ってます。で、ということを気をつけてます。それはなぜかというと、私が立ってることによって席が一個空くからなんです。それは私が立ってるからといって誰も褒めてくれませんし、誰かの、直接的にメリット、利益があるとかなんとかってこともないわけですよね。誰が座るかわからない。けれども、誰が座るかわからない席を常に私が立ってることによって開けていく、置くというのは、自分の、修行としてやっていることなんですね。で、また、例えば飲食店に行くと。で、飲食店に行ってご飯を食べる。で、ご飯食べた後にね、もう本当に今は、少ないアルバイトさんでお店回してたりしますよね。で、そうすると、もう本当にお客さんが入ってくる時っていうのは同時なんですよ。皆さんも経験あると思いますけど、お客さんって一日の営業時間の間にね、順番にちゃんと何時から何時までは何人、何時から何時まで何人って平均するわけじゃないんですよ。一気にバーって来て、一気にバーっていなくなって、また一気にバーって一人入ってきたらダダダダって入ってきて、そしてまたバーっていなくなるんです。つまり、忙しい時期っていうのはもう限られてるんですね。で、この限られて忙しい時に、お客さん次から次へ入ってきて、アルバイトさんはもうバタバタするわけですよ。私もアルバイトをいろんなところでしましたから。その時にね、ほんのちょっとでも時間短縮して動けたらいいですよね。なので、私は一応ですよ、食べ終わったら、高級店でもない限りは、ね、そのお店のアルバイトの方、スタッフの方がですね、食器を重ねて下げていくというお店であれば、食器を重ねて、運びやすい位置に置いて、つけをさっと拭いて、そしてね、自分が食べたものをまとめておくとか、ね、椅子を次の人のために中に自分が使った椅子は入れておくとか、なんかね、そういうふうにして、ちょっと自分が使用させてもらった場所を整えて出てくるとか、ね。あるいはコンビニのトイレに入ったら、ね、自分が汚したわけじゃないけれども、もし汚れていたら床を拭いて出てくるとかね、便器をちょっと掃除して出てくるとか、あるいはなんかブラシがあったらブラシでね、ちょっと中掃除して出てくるとか。で、そういうことを、やるようにしています。で、それは、じゃあ、その後、自分の家族とか知り合いが使うからではなくてね、誰かわからない人が使う。でも、その次の人が気持ちよく使えるようにっていう、そういうことを自分の中で習慣化していく。ね、そのことによってね、自分のメリットになるからならないから、誰かに対して優劣をつけて序列をつけるっていう、そういうことではなくてね、誰だかわからないけれども、何か私がお役に立てることがないかなっていう気持ちを決して誰かに言うわけじゃなくてね、自分の生活の中でそういう言動、行為を自分で意図して増やしていくんですね。これを一つ自費心を育てていくっていう上で、私ができることとして、やっていることです。道端にゴミが落ちていたら、
別にそんな自分の土地でもないです。自分の家でもない。けれども、全然自分の家とは関係ないところで空き缶を拾う。一個でも拾う。で、そんなことをしていくうちにね、なんかこう、そこに自分にメリットがあるからないからじゃなくて、それが自分の業として身についていくんです。何も慈悲心とか、そんな偉そうなことでもまたないのかもしれません。でも、そんなことが習慣化していくと、自分では自分の習慣になった何気ない言動をとっていることに対してね、ありがとうって言われたりとかするんですね。けど、別にありがとうって言われようと思ってやってるわけじゃない。でも、ありがとうって言われたら、あ、気づいていただいてありがとうございますぐらいは言います。ね。いや、別に私は、自分の修行のためにやってるんですから、そんなこと言う必要はないですよ。それだって気づいて声をかけてくれた人に対して、ね、そのことを受け取るっていう、とても大事な修行なんですよ。自分が与えるばっかりじゃない、他の人の親切心を受け取る。そして自分ができることは、その人が自分がメリットがあるない関係なく、自分の持っているものを、情熱を、時間を、エネルギーを、力を、ね、何か持っているものを、それを差し出す。そして自分がそれを受けた時には喜んで受け取る。で、こういう循環を自分の中に作っていくんですね。これはね、慈悲心を鍛えていくっていう、育てていくっていうことの第一歩なんですよ。はい。ということで、ぜひね、何か、この一問一答を聞いて、人生修行中さんが修行をなさりたいっていうんであれば、私がやっている修行っていうのもないですけどね、ちょっと、お釈迦様の教えであるね、サンガの中にあって言われやすい人になる。そして、そのためには自分の中にあるものを気づいたらどんどん捨てていく。ああ、こんなどうでもいいところに引っかかってたなっていうのを捨てていく。それと、慈悲心を育てていく。自分のメリット、デメリット全然関係ない、ね、そういうそのところに行った時こそ、何か自分がそこでね、できることがないかな、この状況の中でっていうのを考えて、それを行っていく。ね、私の場合は飲食店とかトイレとか、公衆便所とかね、いろいろ全然自分のことを知らない人たちがいるところでこそ、そういったことを習慣づけるようにしています。何かヒントになれば幸いです。応援してます。頑張ってください。仏教というのは知識ではないんです。歴史の勉強ではないんです。今、この人生において私がどう生きるのかというところへ直結してくる教えなんですね。今この自分の人生において今日から明日から私の人生に変容をもたらしていく、それが仏教なんです。社会とか世界とか全てに対して見方が変わったし、感じ方が変わりました。そのイラッとすることをいかに解消するかということを教わりました。最終的にはやっぱり人間を学びに行ったんだなっていう、表面的なものではなくて深いところまでイメージがスッと入ってきたんですけど、おっしゃることがもうおっしゃる通りだなと思って、雲が晴れるような感じの気持ちになったりとか、もう感謝しかないです。本当に学びというのはね、いつになってもいつからでも学ぶことができるんです。まさに私たちがどう生きていくのか、仏教を学んで自分の人生の質が良くなっていかなければいけない、自分の心が穏やかになっていかなければいけない。そうならなければどんなにたくさんの経典の文句を覚えたところで仏教を学んだことにはならんのです。